ガンダム試作2号機スペックコードネームサイサリス分類試作型教習用モビルスーツ形式番号 RX78GP に頭頂高 18.5 メートル全高 19.5 メートル本体重量 54.5 トン全備重量 80.3 トン主動力熱核融合炉ジェネレーター出力 1860kW スラスター総水力 155,200kg 走行材質ルナチタニウム合金開発組織アナハイムエレクトロニクス社主なパイロットアナベルガ島ガンダム開発計画によって製造された3機のうちの1機コードネームはサイサリス開発はアナハイムエレクトロニクス社の第2研究事業部が担当同部署はジオニック社スタッフが中心となって立ち上げられた部署でありそのためガンダム試作2号機はガンダムタイプでありながら特にジオン系の技術が色濃く取り入れられているガンダム開発計画はアナハイムが提出した数種の設計案がそのまま継承されておりその骨子は1年戦争中に開発された機体の系統を割り出しその機能と運用目的を再検討した上で進化あるいは刷新された機体を新たに開発するというものであったこのプロセスによって MS の運用を根底から見直した結果不可避的に戦略核の概念が提示されその概念にのっとって開発されたのが試作2号機となる核の使用は人類全体に対する重大な背任行為であるが連邦軍首脳は1年戦争でジオン軍が南極条約締結後も核兵器を使用しようとした背景を理由に革新犯的に必要悪としてこの機体を認可しているミノフスキー粒子によって核ミサイルのような精密誘導機器を運用できなくなった情勢下において抑止力ことに自動報復装置としての戦略核はすでに実効性を喪失しており軍事的な側面に限って言えば核兵器に残されたものはその圧倒的な破壊力のみである。しかし前線で消耗戦を展開するよりも敵の拠点を一挙に壊滅できた方が効率的であるのは言うまでもなく戦略核を恫喝や牽制の手段として用い反抗勢力を封殺するというのは9世紀以来の伝統的な戦略でもある。何より単純に敵性勢力の殲滅を企図することが軍事行動の要諦であれば圧倒的な破壊力を機動兵器に付帯しようという発想はごく自然なものでありこういった背景からガンダム試作2号機は最強の攻撃力を持つ MS のコンセプトをもとに条約で禁止された戦略核の使用を前提に誘導式の飛翔体に頼らずに核兵器を確実に運用可能な機動兵器として開発されいかなる環境状況であっても敵及びその拠点を撃滅することを目的とした教習用モビルスーツとして完成した単体のモビルスーツとしての性能にも優れておりフレキシブルスラスターバインダーと呼ばれる大型バインダーを剣部に有しこれによって重モビルスーツでありながら高い機動性を発揮するジェネレーターも高出力であるため通常の MS をはるかに超える過剰な走行を持ちながら既存の 10MS とは比較にならないほどの運動性も獲得している。またこの機体性能に着目し各武装以外での運用を想定した武装プランも複数用意されていた。本機はアトミックバズーカによる核弾頭の使用を前提としているが弾頭の到達半径が短いため核弾頭使用時に時期も爆心地にいることになる。そのため核爆時の熱や放射線の影響を踏まえ厳重な耐熱・耐放射線対策が施されており大型のラジエーターシールドや頭部センサーおよびインテークの遮断シャッターなどにその一端を見ることができる他フレキシブルスラスターバインダーも爆心地からの速やかな離脱を目的とした装備という側面もあった。またコックピットは耐衝撃性を重視しコアブロックシステムではなく嗅覚上のコクピットブロックを採用。このコクピットにメインコンピュータが収められ充填された減速材と胴体部の複合装甲と干渉材によって機体中枢とパイロットを保護する活躍。宇宙世紀83年10月13日ガンダム試作1号機とともにペガサス級巡洋艦アルビオンによってトリントン基地に運び込まれ核運用テストを行う予定であったがガトーの手により強奪され連邦の追撃をかわして宇宙に運び込まれた。その後コンペイ島でカンカン式中の連邦軍艦隊に核を使用。
その際の反動で左腕など一部が故障するも、その状態で河野ガンダム GP1 フルバーにアンと対峙し、相打ちになって大破した。装備、機能、特殊機能、フレキシブルスラスターバインダー。両肩に装備された複数の作用点を持つもう一対の腕、あるいは足ともいえる装備 MS に装備されている。バーニアやスラスターは基本的に機体の範囲外に作用点を持たないが、 FTB は機体外に複数の作用点を持つため、急激なベクター移動に応じた軌道を行うことができる。行動に制限されることなく機体を稼働させることができ、装備されているロケットモーターは1機でも標準的な MS1 機を十分に起動させるだけの膨大な出力を有し、地上ではホバー走行も可能としている。武装、必殺攻撃 G-BAZ-0186A アトミックバズーカ、核弾頭ロケット弾 MK82 を発射するための大型バズーカ。核弾頭は機体背部、砲身前半部はシールド裏に格納され、使用時に両者を接続して発射する。基本的には実体弾を正確に射出するための装備であり、弾頭の推進そのものは弾体に装備されているロケットモーターで行われる。搭載されている核弾頭の初期加速と照準に用いられる以外にもセーフティとしての役割を担っており、このバズーカの射出システムでなければ安全装置の最終解除は不可能。また方向のセーフティキャップも射出寸前まで排除できない構造となっている。 MK82 核弾頭ロケットアトミックバズーカに装填されているレーザー核弾頭、書類上は戦術核に分類されているが、実際には戦略核クラスの破壊力を有しており、試算では連邦宇宙軍の3から4割を壊滅できたとされる。弾頭部と推進部が分離された状態で格納されており、使用時にこれらが結合され発射される自己拘束型熱核爆弾と呼ばれるタイプの核弾頭であり、内包したミノフスキー粒子の縮体層が保持されたまま炸裂し、超高温と膨大な中性子線を発生させる火球を数秒間にわたって維持する。使用するまで絶対に弾頭の機能が損なわれてはならないようバックパックに貯蔵・輸送される。弾体は分割状態で格納されており、起爆には何重ものプロテクトが施されている。本来ならば正規の手続きを経なければ射出状態にすることさえ不可能。 NRSH02RXS00013 ラジエーターシールド専用の大型シールド、液体水素などの冷媒を充填した冷却システムを内蔵しており、核弾頭使用時の熱と衝撃から機体とパイロットを保護する。冷却システムは脆く、核弾頭使用時にはこれが必須なためシールドと銘打っているが、戦略的弱点となり得る。またシールドの防御範囲が脚部にまで及ばないため、脚部にはこれと同等の装甲と冷却機能が備わっている。裏面にアトミックバズーカのバレルを収納し、その運搬にも必要格べからざるべき装備である。 60mm バルカン砲、頭部に左右一対2門設置内蔵している。連邦系 MS の標準装備でもあり、対空迎撃やドッグファイト時の牽制、対人掃討などに使用される。ブラッシュ X909 ビームサーベル、腰部に左右一対2機装備している。10MS 用の標準装備として開発されていたものの改良型ビーム刃を形成する磁場が既製品よりも遅く絞り込まれており、出力や磁界強度をマニュアルで変更できる機能が追加されている。アトミックバズーカ使用後は攻撃手段はビームサーベルと頭部バルカン砲のみとなる。オプション装備 MLRS 背部に設置される6連装の多連装ロケットシステム、マルチプルランチロケットシステム MLRS、中距離から敵部隊や拠点を面制圧することを目的とした装備であるが、トリントン基地での地上試験までに完成が間に合わなかったため実際に運用されることはなかった。ビームバズーカデラーズフリートがコンペイ島襲撃後の2号機の再利用案として検討していた装備。アトミックバズーカと同じように右肩の基部にシールド内に収納された砲身を接続して使用するビグロのメガ粒子砲を携行式に再設計したもので、スキューレの砲身を流用している。その他 MS 用対艦ライフル、 MS 用の大型携行兵装、デザインはシャア専用ザク2が携行したものと同一。
ビームジャベリン、ビームサーベルのモードの一つでグリップを延長し、先端に高出力のビーム刃を形成した槍。チャンネル登録、高評価お願いします。